皆さんご機嫌いかがでしょうか。本チャンネルでは数式モデリング技術の重要性を啓蒙する動画を配信しています。今回の動画ではミカエリスメンテン式中の速度パラメータ VM、KM を正しく決定するための基本的なことをお話しします。1式で表したミカエリスメンテン式には2つの速度パラメータ VM、KM が含まれています。これらの値は反応実験により得られたデータを使って決定されます。VM、KM を正確に決定するには多くの知識が必要ですが、このことは本に詳しく書かれていません。大学では学生が所属研究室の先生または上級生の指導を受け、さまざまな実験技術を学びます。しかし、指導者が正しい知識を持っていなければ、間違った値を決定し、論文で報告することになります。不幸なことに、最近の論文では、決定の際に用いた実験データや手順が示されないことが多くなっています。このため、報告された VM、KM の値が妥当なものかどうかをチェックすることができません。速度パラメータを正しく決定するには、正しい実験方法とデータ解析法についての知識が必要です。前者はとても重要なのですが、伝えることがあまりにも多すぎます。ここでは欲張らずに、後者についてだけ要点を述べます。VM、KM を決定するには、まず反応初速度 V0 を測定しなければなりません。この値の測定は、基質初濃度 S0 を様々に変えて行われます。この時の V0 と S0 の関係は、2式で表されます。今、異なる S0 に対して表に示すような V0 が測定されたとします。ここでは V0 を測定誤差がない値で与えています。これらを使って VM、KM を決定するにあたり、まず2式を線形化します。これにより得られる線形化式にはいくつかの種類があります。よく使われるのはライン・ウェーバー・バークプロット、略して LB プロットです。しかし、私はこれを使いません。その理由は次回の動画でお話しします。ここでは3式のヘインズ・ウルフプロットを使います。本式の関数関係に従い、縦軸に S0 ある V0 を、横軸に S0 を取り、実験データをプロットします。このため、S0 を V0 で割った値を準備する必要があります。線形化プロットの結果を図に示します。この図を見て、私は使用した実験データセットが速度パラメータ決定にふさわしくないと判断します。理由は、データに対して引いた直線の切片が小さすぎるからです。このような場合、KM が正しく求められません。なぜかというと、本プロットにおいて、KM はプロットが与える直線が横軸と交わる点の値の絶対値に等しく、実験データにわずかでも誤差が含まれると、切片がわずかな変化で KM が大きく変わってしまうからです。このように切片が小さなプロットから決定された KM の値は信用できません。そこで私は S0 を小さく設定して再度 V0 を測定し直します。この設定の際には現在の線形化プロットから KM を大まかに推測し、この値を挟むように S0 を割り当てます。表中のデータはこのようにして割り当てた S0 に対して得られた V0 の値を示しています。これらのデータから S0 割る V0 を計算してデータをプロットします。図に示すように切片が大きな線形化プロットが得られます。この切片の値は V0 に測定誤差が含まれる場合でも大きく変化しないことから
KM の精度が高くなります。測定した KM が V0 と S0 の関係を表す曲線上のどの位置にあるかを見てみましょう。この時の曲線は VM と KM が線形化プロットから決定されて初めて描くことができます。高濃度域のデータは V0 が VM に近く、あまり変化しない領域にあります。一方、低濃度域のデータは V0 が S0 とともに直線的に変化し、また S0 が KM の値を挟む領域に割り当てられています。ここに示した図は、基質の低濃度域と高濃度域の V0 の値に誤差を1、5、10、20% だけ含ませたデータセットを作り、これらを使って決定した VM、KM を比較したものです。VM に関しては、V0 を測定する基質濃度域の影響を受けにくいことがわかります。一方、KM に関しては、明らかに低濃度域でのデータに基づかなければなりません。また、データの測定誤差が大きくなると、決定される値の精度が低下します。この影響は、高濃度域のデータを用いたときに大きくなることがわかります。以上述べたことをまとめますと、速度パラメータを決定する場合、正しい知識の下で細心の注意を払いながら測定誤差が小さくなるように V0 を測定すること。この時必ず KM の値を挟むように S0 を設定することが大切です。今回のお話はこれで終わりです。それでは次の動画まで。ごきげんよう。